皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今回は NTT の地下配管の工作をご紹介してまいります。比較的短い動画にまとめましたので、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。下水管よりも左側、画像をマークしたエリア、ここの部分ですね、ちょっとスカスカな印象が拭えませんので、いろいろネットを検索しながら、現地にも NTT のマンホールがあったしなーってことで NTT の地下配管を通すことにしました。電話線が埋設されているのか、それとも別なケーブル配線が埋設されているのか、結局この動画を編集している今でも分かってないんですけど、雰囲気が楽しめればねっていうことで工作を進めました。最初は画像のように四角い配管に埋蔵物を再現しようと工作を進めていたんですけど、ネットで調査を進めるうちにだんだんどうやら円形の管が埋設されてるんじゃないかなみたいな、その可能性が高いぞってなってきましたので、この部材は残念ながら頑張って作ったんですけどお蔵入りになりました。というわけで部材を作り直します。今回の NTT 配管みたいな初めて再現するとき、何かに挑戦するときってどうしてもこのような試行錯誤が重なってきますので、作り直しが多くなってきます。ちなみに今回の蔵入りの部材は再利用が難しいのですが、部材によっては謎の再利用法として廃材置き場の模型の廃材の模型としてリサイクルなんていうこともあります。プラストラクトの円形パイプを用意して、そこに細く切り出したマスキングテープを巻きつけました。このマスキングテープはこれで土管の継ぎ目を簡易的に再現してみようかなっていう挑戦でもあります。めっちゃ簡単にできるんで、これ結構ちょっと仕上がりが楽しみです。この接合部の下側にピンバイスで穴開けて支柱に浮くようになるこの配管を、ここに支柱を刺して下から支えようっていうようなイメージで、工作を進めています。ただ結果として最終的にはこの構造用の支柱って設置しないまま工作を終えることにはなるんですけど、こうやって設置をどうするかとか次の工程を考えながら工作を進めていました。次にプラの丸棒をカットして円形パイプに何本入るのかなっていうのを現物合わせで決めていきます。だんだん仕上がりのイメージっていうのがはっきりしてきまして、頭の中でイメージが湧いてきたんで、もうこれニヤニヤしながら作業してて、間違いなく今年一番でニヤニヤしてました。ただ、すぐ後に記録更新されます。次に支柱に配管を差し込むためにスタイロフォームで作った地盤にキリで穴開けをしています。この作業をする姿が自分自身ですっごく滑稽に感じてしまいまして、うわー何やってんの僕とか一人でツッコミをしてニヤニヤしながら穴を開けていました。塗装した NTT の配管を実際に地盤に差し込んでみます。配管の真ん中に刺さっている丸棒は本来は地面から下から上に伸びてこの配管を支える丸棒になる支柱なんですけど、今はあえて向きを変えてテストをしています。今度は下水管を仮配置して NTT の配管を支える支柱の位置を決めます。大体の位置が決まりましたらピンバイスで位置を目印をつけてあげまして、配管を抜いて今度はベースに穴を開けます。穴が開いたらヤスリで支柱が刺さるように穴を広げてあげました。配管から支柱を取り外します。そしてこの支柱をベースに差し込みます。今度はまたその支柱を配管に差し込むんですけど、画面切れちゃっててごめんなさい。配管自体も地面に埋め込んで実際にどういう配置になるのかを試しています。画面の調整できてなくてごめんなさい。最後こうなりました。こちらをご覧ください。支柱がなくても配管の安定が維持できそうです。というわけでせっかく工作したんですけど支柱はなしになりました。で地盤に配管を差し込んだまんま、今度はプラ丸棒を黒く塗装しましたので、それ一本一本接着剤をつけて配管の中に接着をしていきます。今手しか映ってないんですけど、これもうほんと楽しい作業でニヤニヤしながら作業してました。今年一番のニヤニヤ更新です。一本一本植えていくんで、だんだん配管が形になっていくのが本当に楽しかったです。で最後
このように配管が仕上がりました。配管の中のケーブルはわざと不揃いに再現してまして、見た目の賑やかさをプラスしています。あくまでもこれ私個人の感想なんですけど、スパッとかち割った断面にするよりは、このようにデコボコで不規則な断面の方がアイキャッチャにはいいんじゃないかなと考えています。今回の工作はここまでとなります。次回は水道管の工作をご紹介します。最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次の機会にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。